龍馬が行く。坂本龍馬。剣ではなく未来を選んだ男。1853年、アメリカ東インド艦隊司令長官マシュー・ペリーが日本に来航した。静かな海が揺れ、200年以上続いた鎖国はこの時終わりを告げる。世界はもう待ってはくれなかった。当時の日本は武士、農民、町人、商人という身分制度に支配されていた。生まれは生き方そのものだった。坂本龍馬は土佐藩の下級武士の家に生まれた。声は届かず、藩の中枢からは最も遠い場所にいた。だが遠かったからこそ全体が見えた。1862年、坂本龍馬は土佐藩を脱藩する。守られた人生を捨て、名も立場も失う選択。それは死罪を覚悟した一歩だった。龍馬は幕臣勝海舟と出会う。勝は語った。これからは海の時代だと。国の強さは内ではなく外を見る視点にあると。龍馬は神戸海軍総連所で学ぶ。そこには藩を越え未来を見ようとする若者たちがいた。龍馬は理解する。藩が争う先に日本の未来はない。必要なのは誰が上かではなく、どこへ向かうか、国家という視点だった。薩摩藩と長州藩、金門の変以降、両藩は深く対立していた。龍馬は西郷隆盛と木戸孝允の間を奔走する。語ったのは藩の正義ではない。語ったのは日本の未来だった。1866年、京都で薩長同盟が成立する。剣よりも強い合意が結ばれた夜、日本の進路はここで定まった。龍馬は海援隊を結成する。商業と軍事を結び、国を支える仕組みを描いた。龍馬は武力倒幕ではなく大政奉還を構想する。血を流さないための現実的な決断だった。1867年11月15日、京都大宮。坂本龍馬は暗殺される。新しい時代をその目で見ることはなかった。龍馬は権力者ではなかった。だが国家を構想した男だった。世界が変わるとき、始まりはいつも一人の視点からだ。立場でも人数でもない。信じ抜いた一人の意志からだ。龍馬が行く。次はあなたの番だ。